さて、今日はどんなお仕事かな。町の投資家に呼び出されたので、the 話を city's 聞きま most す。 sought-after construction professional enters the scene. Of course, I already know that you, Hoppa, and those other 話が fools are 長く trying な to りそう rescue な the ので、 castle, but ま it's とめると、 completely pointless. 町の Just シン think ボルで about ある it. 古 An 城を壊 old して、ゴ abandoned ルフ場を castle 作りたい ruin. ようです。 Dusty, お dirty, 前は阻止できない dilapidated. と Who 挑発を or 受けま what し do you た。 want to invite いいだろ there, う。 aside from a powerful wrecking ball? その勝負、 But go ahead. Try 受 your けてやり luck. ましょう。 You'll never manage to save. Nice to see you. てな I わ know けで、 things are 我 heating が up 社の right 相 now. 談役のハ When ペ the に話 investor をし turned てお out き to ま be a す。 potential buyer, ハペの the 話 mayor では、 approached me どうやら市 immediately 長はこちらの味 because we 方のよ both う know で、 that he wouldn't 市 put 長 this から castle to シン any ボル good 再建 use. の仕事が舞い There 込 is んでき only まし one た。 way to throw a 早 wrench 速 into こ the のプロジェ investor's クトに取り plans. 掛かっていきま We す。 have to prove that the old castle まずは、車両の出入りを安全にするため、アスファルトを敷いていきます。カーブが難しいなぁ。重機も飛び上がって、完了を喜んでいます。そして、いつものように、敷いたアスファルトを転圧していきます。舗装が完成したので、工事車両の出入りがスムーズになります。次は、必要な資材の荷下ろしです。資材の吊り上げのために、アウトリガーを車体の外に張り出します。このアウトリガーとは、クレーンが作業している間の転倒防止です。資材を吊り下げている間に、倒れるなんてニュースもあったりするので、とても重要な役割を持つものです。ちなみに、クレーンで吊り下げできる資材の重量は、基本的に、車体重量よりも軽いものしか吊り下げできません。しかし、車体にカウンターウェイトと呼ばれる、追加の重りを乗せることで、車体重量よりも重いものを吊り下げできます。今回使用しているのはベース車体がトラックタイプのものです。クローラータイプもあるといいのになぁ。それにしても、クレーンのオペレーターってかっこいいですよね。さて、資材を荷下ろししていきますか。壁が完成しました。次は天井を作っていきます。天井パーツを乗せたので、その上にコンクリートを流していきます。現場では、コンクリートを流すことを打設と言います。今回は高い位置に打設するので、コンクリートポンプ車で打設していきます。ちなみに、この液体状のコンクリートを生コンと呼びます。通常は、生コンを流しながら、バイブレーターで振動を与えて、生コン中の空気を出して、密なものにする締め固めと呼ばれる作業もあります。そんなこんなで打設が完了しました。次は屋根です。屋根のパーツが違う場所にあるので、積み込んで運搬します。早速運んでいきます。現場に着きました。この資材を下ろしていきます。
屋根が完成しました。次に、先ほど建てたレンガ造りの建物周辺の土の敷きならしをしていきます。完了しました。次は砂利を敷いていきます。もっと効率の良いやり方がないかなと思うところです。あれ？進捗度が上がらないなぁ。おい、砂利じゃなくて砂じゃねえか。こういうミスもたまにはあります。先ほど敷いた砂の周囲に砂利を敷きました。それを固めていきます。アスファルトも敷いて、転圧していきます。最後は歩道部分にインターロッキングブロックを敷きます。というわけで、シンボル再建の第一歩です。ここからさらに進めていきますので、次回もご視聴お願いします。ご視聴ありがとうございました。